で、呪文を使うので、私がまずやるのはこれですね。皆殺しの剣ですね。すげえ、アリーナすごい、2連発。やっべ。アリーナ先生出番です。アリーナが強すぎる。アリーナが強すぎる。アリーナの会心率がもう壊れてるんだけど。アリーナ先生ちょっと手加減して、わら。リアルでは結城氏の称号は、勇猛果敢な人間に贈られてた。やる気満々ですね。もう終わりそう感が。アリーナ先生に小判はいくつ積めばいいんだ。勇者と魔王のお互いの復讐の末路かこれ。勇者道具係かよ、わら。そうだよ。勇者道具係で何言ってんの？だって、操作できないんだもん。これ勇者は道具係ですよ。勇者は道具係ですよ。女神転生と同じですよ。女神転生も最終的に主人公道具係じゃん。これ基本ですよ。主人公は道具係になるのは宿命ですから。安定のザキ。あらゆるアプグの主人公に言える、わら。いや、ほら、だって他の人使ってくれないんだもん。他の人はさ、ピンチにならないと使ってくれないんだもん。これすごいね。この動きが本当にすごかったよね。これ腹が怪しくうごめいたとか、これすごいよね。当時驚いたもんね。これ本当にはみ込んでここまでできるのかと思ったからね。時にピンチでも使ってくれない。そうだね。下げましたね。まあ1回下げればね、あとは楽ですよ。1回下げちゃえばね、アリーナのダメージがかなり通りますんでね。で、全体が来たら賢者の石回復ですね。いいですよ。この表現いいですよね。こういう表現。ね、攻撃性。こういう形態変化ってボスなのにハプ少ないって思われないための措置でしたっけ？ああ、まあそれもあるね。当時ではほらいろいろ限界があるんで、まあそれもあるね。主人公狙いすぎでしょ。命を大事にしたら使ってくれるかな。使ってくれない。クリフト先生なんか使ってくださいよ。ベホマラーでも何でもいいしさ。そういえば天空シリーズのラスボスが自分にバフをかけがちなのは天空の剣のせいなんだっけ？ああ、それもね。天空の剣はね、あれだから、使うと天空の剣はいでつく波動だからね。先生、ザキ売ってんじゃねえよ、先生。おい、先生。クリフト大先生は何ザキ売ってんだよ。買ってくれましたね。オリジナルのラミアスの剣はバイキルトなのに。いや、だから、何ザキ売ってんだよ。安定のザキ中。ベホマラーぐらい打ってくれよ、ベホマラーぐらいさ。まあ、HP 変ない命を大事にとは一体、クリフト先生がポンコツすぎる剣について、やってくれましたね。わら。わらわら。あ、来ました。最終形態ですね。最終形態。でもみんなが望んでいたことなんだ。わら。まあドラクエ6はみんないてつく波動を覚えるし。わら。飛んだ脳筋。取れ高すごいな。で、魔法カンタを唱えたんで、ここでこれですね。天空の剣ですね。これを使えば、魔法カンタが、消滅します。すいません、アリーナの開始の息で終わりそうなんだけど。うわ、来た、輝く息。うわー、きつい。
で、ここでベホマズンですね。ここでベホマラーカー言ってもフバー派がないこのゲームは辛い。いや、フバーあるんだけど使ってくれないんだよ、あんまり。よし、で次はあれですね、作戦呪文を使うので、こっちがあれですね、これ皆殺しの剣ですね。お、下げた。よし、しびれ下げました。クリフト先生なんだか周回遅れになってませんかね。なってるなってる。うわー、これが痛いね。輝く息がね、すごい痛いんだこれ。あ、終わりました。はい、リメイクで自由操作が戻った理由がよくわかった。わら。まあ、こうやってパターンがね、できれば、あっという間にこんな感じです。ぐわー、パチパチパチ。体が崩れていく。うごご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 ごです。さすがアリーナ先生だ。クリフトに何かやらせるとまたザキ唱えそうだしって思ったら終わったよ。やったぜ。パチパチパチ。はい、ありがとうございます。パチパチパチ。アリーナ先生だけでトータルダメージ2000超えてない？パチパチパチ。あっさり終わった。パチパチパチ。パチパチパチ。パチパチパチ。いや、クリアレベルはがにこいつだからね。クリアレベルを10個ぐらい上回ってたからね。パチパチパチ。ちなみに、アリーナがダメージでかかったのは、ルカナン。皆殺しの剣でルカナンやった結果、アリーナのトータルダメージが増えたの。じゃないと、エスタークの、ピサロの、防御力高すぎるんで、ダメージがあんまり食らわないんですよね。だから、皆殺しの剣を使った感じ。で、確定2回行動なんで、凍てつく波動と輝きの場合には、賢者の質使えばね、ベホマズン連発しなくても勝てるっていう話ですね。まあ、本来はクリフトあたりがね、ベホマラ1回でも打ってくれればね、すごい楽なんだけどね。はい、じゃあ、トルネコってこれ終わった後武器屋でやっていけるのかな？あれこれ終わった後があれじゃないの？なんだっけ、ほら、大冒険。これ終わった後、トルネコの大冒険なんじゃないの？トルネコの、スーパーファミコンの。確か。だから、不思議なダンジョン、不思議なダンジョン。トルネコの不思議なダンジョンの話だよ。これ終わったら確か。不思議のダンジョン行ったから、わら。はい、じゃあここからは入力が終わりました、ね。魔物はいなくはならないのか。はい、ここからは入力が終わりました。あとはエンディングを、ご覧になってください。魔物はいなくならないよ。魔物は。魔物は消えないよ。魔物は。魔物を絶滅させたわけじゃないからね。子供生まれてないんでしたっけ？子供？トルネコには子供いますよ。この時点で。タイマーストップですね。そう、タイマーストップですね。13、だいたい11時間ですね。11時間。こんだけ、なんだっけ、いろいろやってても11時間でクリアできますね。11時間で。だから、なんだっけ、多分 RTA とか頑張れば6時間でクリアできるのもわかるよ。だって、ほら、ぶっちゃけだけど、多分3分の1今日は、戦闘時間だから。逃げれば多分3分の1ぐらい削れるから、多分6時間とかいけるのもわかるんだよ。だから。戦闘が長いじゃん。あれ全部逃げれれば、なんだっけ。ね。で、レベル上げははぐれメタルをやればいいだけだから、ね。だから雑魚戦ってやる必要性が本当はないんだよね。ただ、雑魚戦って戦わないと、逃げた時に、逃げれなくて、フルボッコになって、はい、終わりになっちゃう可能性が高いんで、全部基本的に戦いました。なんとかあれですね、今日は夜中のお昼ぐらいで終わりましたね。ね、いつもさ、夜中のさ、3時とかまでやってるのはさ、さすがにさ、おじちゃんの体がね、ボドボドになっちゃうからね。俺の体はボドボドになっちゃうから。
今日は寝れますね。これから動画作るんだよ。うぐいすさん、これから解説動画作るから、今日は早く寝れますね。いや、寝ないよ。これから解説動画ですよ。ちなみに、ニコニコ動画にもう10個動画そういえば最新のでもずく風呂入ってたな。そう、もうすでに、アップロード終わってます。ニコニコ動画って10個しかアップロードできないんで、10個アップロアードしてます。リーナが壊した穴がまだ残ってる。わそう、ら。残ってる。なので、明日の朝も、動画が投稿されますし、明日の夕方もね、投稿されますんで、よかったらご覧になってください。動画は1日2回、朝6時と夕方6時に投稿予定なので、よかったらご覧になってください。次は、セガサターンのブルーディスティニーかな。ブルーディスティニーの、2巻と3巻を、プレイしたいと思います。でそれが終わったら、次はスーパーファミコンの、ガンダム、クロスディメンションだっけ。後の世界でアリーナ旅立ちの穴って城の名所になってそう。本当だね。でクロスディメンションが終わったら、ドリームキャストの、機械王をやりたいと思いますのでね、よかったら、ご覧になってください。でその次があれかな、メガドライブ系列なんで、メガ CD の女神転生かな。女神転生って何パートになるんだろう。他のやつはさパート短いと思うんだけど、女神転生はやばいぜ多分。あれカットしないから、予定詰まりすぎ。カットしないからラグなしが見れるのか。そうやばい人女神転生は多分攻略サイト見てもスケジュールびっしり。スケジュールびっしりですよ。グレートパスカルルート行くんです。どうしようか。いや、とりあえずエンディングだけ見ようか。エンディングだけなんだっけ、簡単なエンディング。まあローカーカオスルート行けば簡単なんだけど、でもやっぱあれはニュートラルルート行った方がいいか。まあ考えましょう。まだ先ですからね。多分やるのは2週間後ぐらいかな。まずはね、他のやつがやりますんでね。メガテン大好きだから楽しみです。ありがとうございます。よかったらね、アドバイスどんどんしてください。例えば、新女神転生やるのは、25年ぶりぐらいなんでね。よかったらいろいろアドバイスしていただければ、助かりますんでね。よろしくお願いいたします。基本的にね、わかんないゲームはアドバイスしていただいて構いませんよ。わからないんでね。大体のレトロゲームがね、多分、5年前から30年前にクリアしたぐらいなんで、わかんないんでね。ドラクエはね、ほら、比較的スマホでもやったから覚えてるからまだよかったんだけど、他のやつはね、やってないからね。だからほら、ソウルハッカーズとかは意外と覚えてる。ソウルハッカーズは3DS 版やったんで意外と覚えてるんだけど、他がわかんないな、あんまり。だから初代のほら、デビルサマナーは、紙作りが異様に苦労したイメージがガガ。初代のデビルサマナーはセガサターンで1回でクリアしただけだから、もう24年前ぐらいかにクリアしただけだから覚えてないよ全然。とりあえずクリアしてほら自分の体には戻れないっていうエンディング見て終わった記憶があるから、あれきついな。まあとりあえずゲームハードはねほとんどありますんでね、いろんなゲームを、プレイしていきたいと思います。なるべくマニアックなやつをやっていきたいね。マニアックなやつの方が多分みんな見てる人もね、面白いと思います。なんとも言えない孤独な終わりだな。まあほら、救い初がないから。代のデビルサマナーはダンジョンがきついですね。きついね。今の最近の女神転生してるからね。これはなぜ生き返ったのか。奇跡かもしれないね。ほら最近だとさ天空のじゃなくて世界中の花のおかげじゃないかとも言われてるしね。世界中の葉っぱはなんだっけ、まだ死んだばっかりのものを生き返らせることができて、花は奇跡を起こせるって言われてるよね。花は本当に滅んじゃった人まで生きなだから天空の花というと私が好きなのはやっぱロトの紋章の最後だね。そして最後に送った仲間が来ているという。そうロトの紋章の最後はグレドラがだいぶ気を利かせてきたのかな。多分ね、そうグレートドラゴンね。
ロトの紋章の最後は本当に味方が大量に犠牲になっちゃって、仲間も犠牲になっちゃって、勝ったのはいいんだけど、主人公がね、本当にね、怒りでさ、例の宝玉を殴って破壊するぐらいね、なった状態なんだけど、最後の最後で、世界中がね、花を咲いて、花びらをね、辺り一面に降り注いだ結果っていうのが、終わり方は本当に素晴らしかったね。まとめ方は。気になった人はロトの紋章の最終回見てくださいね。ロトの紋章はね、ぜひドラゴンクエスト好きには一回見てほしいね。あれ面白いよ。大の大冒険がさ、よく言われるけど、ロトの紋章もね、間違いなく名作だと思いますよ。本当に。特にね、メガンテの恐ろしさが分かりやすいですよね。本当に。ね、MP の尽きた魔導士が最後にやることはっていうね、あれが、ね、それだけはやっちゃダメだって言ってね、いいですね。ああいうのがやっぱり。ね、あとあれかな、賢者の覚醒シーンとかかな。賢者の覚醒シーンとか、獣王グノの軍団と勇者がたった一人で、ね、戦うシーンとか最高ですよね。気迫、ね、精一杯の気迫でさ、ベギラマとかイオラとか唱えるシーンがさ、最高だよね。あれ今見ても面白いよ、本当に。まあ、あそこまでの漫画はね、なかなか今書けって言っても難しいんじゃないのかね、あれは。まあ面白い。ドラゴンクエストはね、やっぱね、そういう名作の漫画が多かったっていうのも、やっぱ、ドラゴンクエスト人気に影響を与えたって思いますよね。あと4コマ劇場ね。4コマ劇場の面白さもね。そして合体魔法が好きになる漫画。そうそう、右手からイオナズン、左手からバギクロスとかね。イゾラゴンとかいろいろ使ったメギラゴンとかね。あと左手からなんだっけなんだっけ左手からドラゴラム、右手からもドラゴラムっていうのもありましたね。相当のドラゴラムね。面白いね。後からグノン戦でトトロやガンガンの他作品キャラが混じってること知って笑いました。ああ、そうだよ。あそこのシーンよく見るとね、いろんなキャラクター混ざってるんですよ。だから面白いですよ。いやー、ロトも面白いよ、本当に。ロトもまでドラクエ好きは絶対読んだ方がいいよ。本当に面白いから。綺麗に終わってるし、なんだっけ、一番多分当時の子供たちが震えたのは、あれじゃない、ダブルギガデインとトリプルギガデインじゃね。ね、あれには当時の子供たちは、震えたんじゃないね。トリプルギガデインなんて。漫画確か11にめっちゃ影響を与えてるって話出てるし。でしょうね。実家から探して持ってこないとな。ね、イマジンの真空はちょっとチートすぎる。あと、あれでしょ、真空とか、あと隕石とか、そうそう。はい、終わりました。面白かったかな。今回は、ドラゴンクエスト4のね、実況放送をやってみました。RPG はね、結構生放送でやってますね。例えば、ゼノギアスとかやってたんですよ。信じてもらえないかもしれないけど、ゼノギアスをね、クリアするっていう生放送をね、5年前にやってましたね。最初言われましたよ。本当にクリアするんですかって言われて、するよって言ったら、いや、これ何十時間かかるか知ってるんですかって言われて、クリアしましたよ。パートすごかったね。6時間 ?6 時間の何パートやったんだろう、わかんないね。覚えてねえな。もう多分4、50時間やった記憶なんだ。生放送。もちろんあれですよ。1回6時間とか10時間で、それを何日間、1週間かけてやったのかな。1週間かけて。クリアまでぶっ通しですか？ぶっ通しじゃなくて、途中で区切ってね。10時間ぐらいやったら区切って、今日はここまでですってやった記憶があります。はい、じゃあ皆さんね、長々とお付き合い本当にありがとうございました。今回、生放送やった動画もね、動画として、アップロードしますんでね、お楽しみにゆっくりお待ちください。多分最終回は2週間後ぐらいかな。面白かったです。だから毎日2回投稿しますけど、今回の最終回は約2週間後に、多分、この G エンドは見れると思いますのでね、まあ、ゆっくりまったりね、動画を見てお疲れ様でした。よろしくお願いいたします。はい、ではこれで終わりたいと思います。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様。はい、お疲れ様でした。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 